こんにちは、テオテックです。今回は17インチのノートパソコンレノボアイデアパッドスリム360をレビューしていきます。このチャンネルではスマートフォンやガジェットをレビューしています。よろしければ他の動画もご覧ください。さあ、家庭用のノートパソコンといえば15インチが主流で、今回取り上げる17インチのノートパソコンは選択肢があまり多くありません。この製品はその中では最も安い機種の一つです。このモデルの価格は6万5000円程度。スペックは6コアの AMD Ryzen プロセッサー、8GB のメモリに 256GB の SSD を搭載。無線 LAN が Wi-Fi 6に対応していない以外はほぼ最新の構成です。ディスプレイは17インチの IPS ディスプレイ。価格を考えれば十分すぎるクオリティです。発色も視野角も良好で、明るさも屋内で使う分には十分。ハーフグレアの画面なので反射も抑えられています。唯一画面を暗くした際は光漏れが確認できますが、個体によって程度は違いますし、普通に使っている分には気にならないでしょう。画面下側のベゼルは広いですが、左右と上のベゼルは狭くなっています。上部にはインカメラがあり、物理的に遮断できるシャッターがついています。サイズ感はベゼルが細い分比較的コンパクトです。買い替え前の15インチのノートパソコンと比べて奥行き、幅ともに2センチ程度しか大きくなりません。天板はプラスチック製で正直傷つきやすい仕様。光沢のあるレノボのバッジ以外はデザインはかなりシンプルです。パームレスとは予想外なことに金属製。おそらくアルミでしょう。ダークグレーのカラーで縦にヘアライン加工が施されており、予想外にスタイリッシュな見た目です。キーボードは15インチのノートパソコンからそのまま持ってきたという感じ。点キーはありますが、キーの幅が狭く、エンターキーの周囲もちょっと窮屈になっています。ただ、慣れれば問題はありません。アルミが薄いのか、キーボード面を強く押すとたわんでしまう点だけはちょっと残念です。裏面はプラスチックで、プラスドライバー1本で開けることができます。周囲に爪があるので、こじ開けるのにはかなり注意が必要です。内部パーツは15インチのノートパソコンから流用した感じで、スペースに余裕があります。SSD は交換可能ですが、メモリスロットはシールドの下に隠されています。2つ目の SSD を搭載する箇所はありません。バッテリー横には 2.5 インチディスクが入りそうなスペースがありますが、基板と接続するフレキシブルケーブルがないので、ディスクの追加は実質不可能です。ファンは1機ですが、大型でヒートシンクも幅広になっています。ステレオスピーカーは標準的な音質ですが、音量は意外と大きめです。コネクタは右側に SD カードスロットと USB、左側には USB、Type-C の USB、HDMI、イヤホンジャック、そして電源ケーブル。有線 LAN がないのと Type-C コネクタで充電や映像出力ができない点は注意が必要です。搭載されている Ryzen プロセッサはかなりパワフルです。6コア12スレッドで家庭用の使い方ではまず不満は出ないでしょう。内蔵 GPU もゲーム向きではありませんが、タイトル次第ではそれなりに動きます。メモリは 8GB ですが、グラフィック用に 2GB 占有されてしまう点は注意が必要です。プリインストールされているソフトはマカフィーの体験版とレノボ独自のソフトウェアくらいです。ドルビーオーディオのイコライザソフトはオンにしておいた方がいいでしょう。さて結論。17インチでは最安クラスにもかかわらず、全体的に手堅くまとまっていてよくできたノートパソコンです。目立つ欠点といえばキーボード面のたわみくらい。画面が大きいので家庭用であればデスクトップ代わりにもなるでしょう。今回は高齢な家族向けに購入しましたが、このパソコンであればきっと満足してくれるに違いありません。以上、アイデアパッドスリム360 17インチのノートパソコンのレビューでした。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた。